た来た、間に合ったね。両対抗マジフト大会の時も VDC の時もすごい人だって思ったけど、今日はそれ以上じゃね。両校の生徒、その家族や招待客、 OB に魔法省関係者、試合を見に来た一般客もいる。あっちにはでかいカメラ持ったやつがうじゃうじゃいたぜ。マスコミ関係かも。人だかりで前が見えねえんだぞ。ちょっと肩車しろ。ほら、人を踏み台にすんな。降りろ。さすが学園対抗戦。取材メディアの数が両対抗マジフト大会の時の比じゃないね。しかも今回は記念すべき100回目の大会。観客数は推定で3万人を超える見込みらしいよ。3万人？賢者の島の総人口より多いじゃねえか。なんで VDC の時みたいにコロシアムを使わないんだろうって思ってたけど、そんなに多いんじゃ全然入りきらないよね。それほどの人数が若様のご意向を目にする。皆畏敬の念に打ち震えひざまずくに違いない。魔法災害にビビってマリウス先輩が出る日だけ観客少なかったりして、貴様無礼が過ぎるぞ。バッボーイ、もうすぐ開会式が始まるというのに、こんなところで何をしている？クルーエル先生、もうそんな時間ですか？昨日のホームルームでクラスごとの集合場所を伝えておいたはずだ。A 組はグラウンドの反対側だぞ。さっさとクラスごとに散れと言いたいところだが、どうせお前たちは応援くらいしかやることがないだろう。なら気心が知れた連中と存分に騒ぐのも一興だ。マジ？いいの？俺もかつては観客席で声援を送り、代表選手としてこの大会に出場したからこそわかる。観客席がおとなしいことほどつまらないものはない。せいぜい声を張り上げて我が校の選抜選手に声援を届けてやれ。ただし羽目を外しすぎるなよ。それからトレイン先生には見つからないように。わかったか、子犬ども。はい。本当にいいのか？つうか俺はこいつらと一緒に見たいなんて一言も。まもなく開会式を開始いたします。ご来場の皆様は会場にお集まりください。開会式が始まっちまう。なんでもう人が多すぎて前が何も見えねえ。僕も全然見えないかな。グラウンドって平坦だから他の人も選手が見えない気がする。っていうかパイプ椅子すらないわけ？クルーエル先生は声援を送れって言ってたけど、これじゃあ。おっと、これはいかん。スタジアムを出し忘れていた。秘技たる技出す不思議とさ、ちっちんのぷい。地面が揺れてる。何が起きてるんだ？見て、グラウンドが割れて下から何かが出てきた。体が押し上げられる。なんだこれは。うわ！すげえ！一瞬でグラウンドにスタジアムが立った。ここまでする？マジで気合入ってんじゃん。魔法ってやっぱりすげえ！こんなの初めて！最高！失礼。では改めて。ただいまより第100回魔法師養成学園対抗協議会の開会式を行います。
手入場。先導は全大会栄誉選手ロイヤルソードアカデミー卒業生の皆さんです。続いて優勝カップ、魔法賞旗、大会旗が続きます。前年度優勝校ロイヤルソードアカデミー、99連覇の栄光を背負い堂々の入場です。やっぱりロイヤルソードアカデミーの制服、王子様みたい。去年の団結力すごかったよね。あの連携プレーは圧巻だった。今年の選手も全員精悍な面構えだ。実に頼もしい。100連覇がかかってる。頑張れロイヤルソードアカデミー。さすがロイヤルソードアカデミー。白い歯と爽やかな笑顔で好感度はバッチリって感じ。うちの学園のやつらいつもあいつらの文句ばっか言ってるよな。俺様も VDC で負けたから好きじゃねえんだぞ。そういやグリムはナイトレイブンカレッジの入学式に乗り込んできたけど、あっちの学校には乗り込んでいかなかったのか？俺様ナイトレイブンカレッジしか知らなかったんだぞ。ロイヤルソードアカデミーを知らねえってどんだけ世間知らずなんだよ。にゃにょ。じゃあおめえはロイヤルソードアカデミーに詳しいってのか？詳しいってほどじゃないけどお前よりは知ってるだろうね。あっちの学園にもグレートセブンとは違う7人の偉人の精神をモットーとした7つの寮があるんだよな。輝ける7人、レディアントセブン、偉大なる7人たるグレートセブンと双璧をなす偉人たちだ。魔法史に伝承と名前がよく出てくるよね。全然記憶にねえんだぞ。俺様がまだ習ってねえところかも。そんなわけあるか。1年最初の期末テストの範囲にも出てただろう。何もわからないんじゃ試合を見てても面白くないだろう。僕が教えてやるよ。行進の先頭を歩いてる赤い魔法石のブローチをつけてるのは確か綺麗な姫の優しさを大事にしてるなんとか寮だ。全然わかんねえんだぞ。雪のように汚れない心を持つ清廉な姫。辛い時も周りの人や動物に手を差し伸べ続けたすごく優しい偉人かな。へえ、おめえも魔法師の成績悪いってのによく覚えてたな、エペル。ちょっとグリム君たちほどは悪くないよ。あそこはネージュがいる寮なんだ。その名もシャルブランシュ寮。ロイヤルソードアカデミーの中でも一番古い寮でホムフィオーレの永遠のライバルなんだって。寮の先輩たちが言ってた。でも優しいだけで偉人になるってなんか納得いかねえな。グレートセブンの方がすげえんだぞ。僕もそう思う。ビルさんが言ってた愛らしさは強さみたいな感じなのかな。その後ろで空色のブローチをつけてるのはオーラリーム寮でしょ。兄貴が学園対抗戦に出た時対戦相手にいたから覚えてる。無垢な冒険者の寮だよな。この偉人はバラの王国で有名だから僕でも知ってるぞ。不思議な世界を旅した冒険者、涙の海や暗い森も恐れずに突き進んだって話。好奇心が抑えられなくて考えなしに突っ走ってただけって説もあるらしいけどね。好奇心が強くて考えなしエースとデュースみてえなやつじゃねえか。はあ？それを言うならお前の方だろ。好奇心で何でも口に入れるんだから。何でも口に入れてるわけじゃねえ。俺様は美食研究会の会長として。はいはい、そこまで。オーラリーム寮はもう通り過ぎちゃったよ。
今フィールドに入ってきたローズ系の色をした魔宝石をつけているのは純粋な姫を偉人として尊ぶ領ロサーウ・ローリア領だ。純粋な姫の伝承くらいは当然知っているな。知らね少しは己の知識のなさを恥じろ魔獣。いいか、この偉人は魔女の呪いから逃れるため森の奥で育てられた。一度は魔女の呪いに倒れたらしいが、絶望の中でも希望を持ち続け、結果真実の愛によって目覚めたとされている。え。その姫倒れてただけか。どの辺が偉いんだ。希望を捨てなかった粘り強い精神性が評価されているのだろう。俺様には全然ピンとこねえけどな。お、緑色のブローチをつけたやつらが入ってきたんだぞ。緑色の石はマリナ・フィーネ領のはずだ。確か人魚の姫の領じゃなかったか。人間の王子に恋して陸に上がったっていう。一途な姫か。サンゴの海や陽光の国に多く伝承が残る偉人だ。今でさえ地上に上がる人魚ってレアだから、大昔はなおさらだったんだろうな。その昔、人間と人魚はお互いを恐れ合っていたそうだ。周囲の反対を押し切って海を飛び出したらしい。つまりすげえ変わり者ってことか。いつの間にか後進にいる奴らのブローチの色が変わってんな。青みの強いターコイズ、自由を求めた奔放な姫のドレスカラーの魔宝石デュナミーナ領だね。奔放な姫はとても賢くて、悪人が国を乗っ取ろうとした時、すげえ魔法でぶちのめしたのか。それとも格闘技でノックアウト。悪人の気をそらして姫を助けに来た若者をサポートしたんだって。なんかパッとしねえんだぞ。偉人に対してさすがにそれは失礼すぎんだろ。古いしきたりに縛られず自分の意志を貫いたことでも有名だぜ。わがままで生意気だったってことだな。なあなあ、もっとかっけえ偉人はいねえのか。気高き獅子は。僕あの伝承は結構好きなんだ。荒れ果てた祖国の再建に貢献したメスライオンだな。獣人族に人気のある偉人だ。ちょうど今フィールドに入ってきた薄い黄色のブローチをしてる奴らの領フリバロー領を気高き獅子の精神をモットーとした領らしい。枯れた土地を旅して本当の王様を見つけたんだよね。見つけた。そいつが王様になったって話じゃねえのか。本人は王の血筋じゃなかったんだろう多分。なんかこうかゆいところに爪が届かねえ感じなんだぞ。羊を乗り越えて王になるのは百獣の王の伝承だ。同じことしても偉業にはならねえだろ。何を偉業とするかは土地や時代、そこに暮らす人によっても変わる。そういう意味では孤高の霊人も一風変わった偉人の一人だよね。そいつもレディアントセブンの一人なのか。ロイヤルソードアカデミーでも一番新しい領プシュケロス領を象徴する偉人だよ。ほらあそこに歩いてる赤紫の魔宝石をつけた人たちがそう。彼女には興味深い伝承がたくさんあるけど、一番有名なのは英雄と恋に落ちた話。愛する人に裏切られた過去のせいでずっと他人を信用できなかった。でも一人の英雄と出会って再び誰かを愛する勇気を持てたんだって。やべえ、一番わけがわかんねえ偉人なんだぞ。
愛する勇気ってなんだ？俺様はツナ缶を愛してるけど、食うのに勇気なんかいらねえんだぞ。愛や信念という数値化できないものを偉業とするのは僕も理解が難しいかな。だよな。やっぱ拳か魔法が強くねえやつは尊敬できないっつうか。俺も。だから俺らはロイヤルソードアカデミーの入学許可証が来なかったんだろうね。魂の資質で闇の鏡に選ばれたってずっと意味わかんないと思ってたけど、ここにいる全員ロイヤルソードアカデミーのやつらとは絶対気が合わないでしょ。あ話を聞いても全然好きになれなかったんだぞ。ロイヤルソードアカデミーなんかうちの選抜たちがとっちめてやる。こらグリム、ヤジはやめろ。みっともねえぞ。気持ちはわかるけどね。俺らも VDC で負けた相手だし。 VDC の屈辱、この大会で晴らしてやるはんでな、ビルさんが。あいつ去年マジフトに出てた選手だ。悔しいけど鍛えてんな。ふん、所詮は若様の敵ではない。続いてナイトレイブンカレッジの入場です。ナイトレイブンカレッジの黒い制服、並ぶとそうか。鋭い学校、客が違うわ。今年も型破りな戦術を見せてちょうだい。したたかで勝ちに貪欲なプレーを見せろ。今年こそ頼んだぞ。100年目の正直だ。負けるんじゃねえぞナイトレイブンカレッジ。おめえらかっこいいんだぞ。俺様の次くらいに。あ、先輩たちあそこにいる。珍しくめっちゃ真剣な顔してんじゃん。そりゃそうだろ。こんな大舞台気合入らないわけねえ。曲げればマネよ、やってまねナイトレイブンカレッジ。ここまで気迫が伝わってくるぜ。普段のだらけた先輩たちとは大違いだ。若様だ。見よ、若様があそこに。おお、若様。両校の選手が入場しました。続きまして優勝カップ返還です。前年度優勝校ロイヤルソードアカデミーの代表は壇上へお進みください。1年間お預かりしておりました優勝カップをここに返還いたします。見ろよ子分、あのキラッキラの優勝カッ普段はロイヤルソードアカデミーの中で厳重に管理されてて、外に持ち出されるのは大会の時だけらしいな。トレイン先生の例の話って本当なのかな。わからん。だがもし本当なのだとしたら必ず我が子の、いや若様の手に。続きまして魔法省教育局長よりご挨拶と競技の発表をお願いします。ご紹介に預かりましたゴドリーナ・メザーです。開催100回目となる節目の年、選手の皆さんも応援する皆さんも日頃磨いてきた魔法の力を信じて、どうかこの4日間を存分に楽しんでください。それでは本年度の競技種目を発表いたします。魔法省により厳正なる選考を行った結果、第1試合レリック・ラビリンス、第2試合
マジカルシフト。第3試合ミスティックモルター。第4試合シーカーズ・ギャザリング。以上4種目の競技となります。皆様の健闘を祈ります。